心の薬チャンネルのご覧の皆さん、久保です。今日の話はね、花のある人生って聞いたことあるでしょ。なんとなく言葉で分かりますよね。その人の人生には花が咲いてるっていうかな、彩られてるっていうかさ、花のある人生になりたいと思うじゃないですか。でね、花のある人生の人をいっぱい知ってるんですよ。こうキーワードがあるんですよ。自分の人生が花が咲いたようにいい人生になるにはね、コツっていうかパターンっていうかあるんですよ。それを今日皆さんに紹介しようかなと思って。でも40、50になってくるとやっぱり自分の人生がやっぱり花のある人生の方がいいっていうのは分かると思うんですね。よくよく見てみると必ずですね、好きなことをやってる人、これやっぱ花がある人ですね。言い方を変えると好きなことを持ってる人っていうかな。ただ平凡な人だったと思いきや、すごいこうキャンプが好きになってキャンプのギアを買う、車もそういうキャンプ用の買う、どうかそういう家なんかもキャンプする人が好きなような家を買うみたいな、自分がたった一つでそのキャンプっていうものが好きになったら人生自体がすごいハッピーになるっていう、わかる？だからやっぱ好きなものを持ってるっていうのは大事だと思うんですよ。だからちょっと言ったらいくつもある人がいいんでしょうね、好きなことがね。皆さんどう思います？皆さんの周りであの人花があるな、楽しそうな人生だなと思う人はね、大体好きなことを持ってるんですよ。それもいくつか。例えばカメラが好きっていう人なんていうのは、もう見るときにカメラを撮ろうと思って見てるから、何でもあの山綺麗だなとか、あの花綺麗だなってなるじゃないですか。だからまた自分の作品をいっぱい撮れるでしょ。でアルバムを作ったりできるし、何かインスタでも何でも活用することができるじゃないですか。だからやっぱりその好きなことがいっぱいある人が花があるんじゃないか。なんか僕もその一人なんですけどね、料理が好きなんですよ。料理が好きやったらね、なんかね楽しいんですよ。例えばですね、僕お漬物もやるんですよ。床漬けも塩漬けも全部やるんですけどね、もう野菜スーパー行ったら野菜見るのが楽しいもん、すでに。これつけたら美味しいんじゃないかなとか、うわ高菜が出た、高菜のシーズンや、高菜漬けしようとかですね、大根の葉っぱ、大根葉ってなると大根葉や漬物しようと思ったりするでしょ。どう？それとかなんか家の家族がなんか美味しいラーメン食べたいなとか聞いたら、うわちょっと今から夕方ギリギリスーパー行って鶏ガラのラーメンだったら鶏のガラですね、骨みたいなのを買ってきて、もう夜からずっと煮込む、一日ずっと出汁を取る。そしたらこう黄金色の油がこう出てきて、もう美味しいスープができるんですよ。だからそれをこしたりして、ざるとかでねこして、もう透明感があって本当美味しいスープができるんですね。そしてそれを麺を入れて作ってみんなにやると、美味しいね、美味しい美味しいってなって、でこのスープを使ってチキンライス作ったら美味しいんだよとか言い出して、家族がでそれかけてチキンライス作ったら美味しかったりして、どう？今の話聞いただけでなんか花があるという表現が皆さんに伝わるかどうかわからないけど、楽しい人生かどうかは好きなものをたくさん作るっていうことがいいんじゃないか。2つ目ですね。2つ目はね、スキルがある人。スキルっていうのは能力ですよね。例えば僕だったらカットするのがうまいとかさ、あるじゃないですか。そういう自分がちょっと突き抜けた何か自分の長所を持ってたらいいってことですよ。陶芸やる人ね、陶芸家っているじゃないですか。あれで食べていってる人いっぱいいるんですよね。やっぱあの方たちのスキルは高いんですよ。ずば抜けてるんですよね。そのずば抜けたスキルを持ってる人っていうのはもっと探求心が出てくるから、やっぱりそのたった一個のことでもそのスキルで一生楽しく生きていける人いるんですよね。ちなみに備前焼の備前あたりになると人間高校の方が何人もいるんですから、すごいでしょ。人間高校とかなったらすごいですよ。僕の仲いい人で魚を釣る釣り船ね、釣り船の船長さんでめちゃくちゃなスキル持ってる人いるんですよ。その方はお客さんを乗して釣れるところに連れて行ってくれる、遊漁船っていうんですけども、それやってる僕の大親友で大好きな人がいるんですよね。その方なんかですね、マグロがねバーってこうテレビで見たことあるでしょ。バーってこう跳ねてこういく。だからその跳ねた魚1匹をパーって見たら、今から1分後にあそこら辺に来るとか分かるんですよ。他の船はね追いかけていった時もういないんですよ。その方はもうそれ見たら分かるんで、そこにいるのにいきなりブワーッとこっちに走るんですよ。
で途中からエンジン切ってスーッと行ったら魚気づかないからザーッと来たら僕らのところにいっぱい魚が来たりするんですよ。結局スキルが突き抜けた人っていうのはね、人生が華やかですね。自分の強みがはっきりしてる人が華がある人生ってことですね。だから今やってる仕事で何でもそこそこじゃなくて一つでもいいからこれ絶対負けないっていうものを持つと華のある人生になるんじゃないでしょうか。だから今やられてるお仕事をもっと極めてみるっていうのもいいかもね。僕の友達でね、犬が好き、もう犬で人生が相当楽しそうですもん。もう子供より可愛がってるんじゃないかなみたいな、それもご夫婦なんですよ。僕のね仲がいい白山君っていう夫婦なんですけどね、こういう2人ともいい人なんですよ。もう親友みたいな人なんですけどね、その人ね屋久島に遊び行こうって言うから連れて行って一緒に行ったんですよ。そしたらたまたまこう見てたら燻製の店があったんですよ。燻製の店が。そしてまず入ったんですよ。多分2人盛り上がってるんですよ。で見たらその魚の燻製でペットフード、犬のペットフードがその魚の燻製で作ってますのあったんよ。もうモチベーション上がってもう買いまくってましたよ。もう本当にそんな可愛いんですかって言いたくなるような。やっぱりあの方たちの人生でもし犬がなかったらやっぱ花がある人生になってないと思うんですよ、今みたいな。だから僕好きなものっていうよりも好きな犬とか、犬が好きになるとかそういうことにも大事なことですね。僕で言ったら今孫が可愛いから孫が好きだからそれもやっぱり楽しいですもんね。お土産なんか買って帰ってあげようかなとか思ったりするんで、やっぱり好きなものを作る、好きな人をできるとかそういうことがいいんじゃないかな。でね、よくよく考えるとね、僕いつもお話しするけど釣りが好きなんです。釣りが好きなことやってる時ってね、心理学でいうフロー理論っていうんだけど、フローっていうのはお金とか時間の概念がなくなることを言うんですよ。もうね、魚釣りしてたらねあっという間ですよ。5時間6時間。普通ねこれ1000円とか高いなと思ったりするけど、竿なんか釣り道具なんかね、これも1万円とか2万円言われても全然高く感じない。もう時間とお金の概念が飛ぶ状態が好きなことをやってる時なんですよ。もっと安いの買おうとかもっと短くしたいとかじゃないから、時間とお金がもう全然関係ないわけですから。1本何万円もする竿とかあるんですよ。それもちょっと言うとアジっていう魚を釣る竿、メバルっていう魚を釣る竿ってあるんですよ。それ何十本も僕持ってるんですよ。知らない人が見たらバカじゃないって感じでしょ。でもねフローな状態なんですよ。好きだからもうお金いくら使っても全然高いと思わない。もう魚釣りするのに朝早く行って夕方までしてもうクタクタなのにもう全然気持ちいい。もう一回今から行こうかなぐらいの感じですね。だからフローになれるっていうのもあるんだと思うんですよ。今日皆さんに伝えたかったのは、自分の人生が楽しくて華やかになるには好きなこと、好きな人、好きなものをいっぱい作るといいんじゃないですかっていうのと、なんか自分の飛び抜けたスキルを持つのはいいんじゃないか、突き抜けたスキルを持つっていうのも人生が彩られるんじゃないやか、そういう思いません？一芸に秀でるもの全てに秀でるって言うじゃないですか。やっぱり一つのことがすごくできる人は違う業種ですごい人と知り合いになれるっていうかさ、つながっていけるみたいなのもありますから、皆さんの人生が楽しくって彩られるいい人生になるように、ぜひ好きなもの、好きなこと、好きな時間を使って、そして突き抜けた技能、スキルを突き抜けるっていうのがいいんじゃないですかっていうアドバイスでした。僕ももっともっと花のある人生にしたいと思います。皆さんの人生も花がたくさんあって楽しい人生になるように頑張りましょう。また会いましょうね。さよなら。